はじめましての方もこんばんは。アニメ新作トライガンが発表されて嬉しすぎて眠れない男ゆちです。またなんとも言えない、なんですかね、独特な世界観をまたアニメーションで見れるっていうのは最高ですね。もう楽しみすぎてもう興奮で寝れないですね。このチャンネルではガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネル。よかったらチャンネル登録よろしくな。それでは今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るプラモは30ミニッツのアルカカルティです。30ミニッツシリーズですよ。どうしてくれようか。正直どれくらいのものなのかワクワクが止まらねえぜ。それでは早速下心全開でアルカのランナーを確認しパーツを切り出して組み上げていきます。組み上げるとこんな感じ。これがバンダイの美少女。素晴らしい出来だ。特に太ももがな。この太ももの肉付きたまらんね。そしてなんといってもさすがバンダイ、パーツの噛み合わせが良くとても組みやすかったです。さらに一部足や腕の部分で合わせ目で目立ちそうなところはちょっとしたモールドになっており、目立たない工夫がされていてとてもいいですね。そしてなんといってもプラモの表面の仕上がり、これがとてもいい。少し女神デバイスホムラ9尾の腰パーツと比較してみましょう。結構艶消しされてるんですよ。これが美少女ととても相性がいいです。このおかげで全体的な仕上がりがさらによく見えます。さらに腰の根元はボールジョイントになっており、女神デバイスでは前後の可動しかできなかったところを腰は横に傾けたりすることができます。そして肩周りもスッキリしたデザインで、さらにちょっとした引き出し関節になっているのでとても動かしやすいです。やはり僕はこういう関節が入っているプラモはガシガシ動かしたくなるので、大きく動かせるのはとても嬉しいですね。さて素体モードの僕の気になったところはこんな感じ。続いて付け替えパーツを見てみましょう。手の交換パーツは全部で6個。武器握り手が1つしかないのがちょっと気になりますね。胸は3種類、少し控えめの胸と大きな胸、さらに追加武装を取り付ける用の胸があります。腕や太ももの輪っかにはパーツを取り付ける用の 3mm 軸がついている輪っかがあります。顔の表情パーツは全部で3種類。ヘッドパーツは装甲ありとなしバージョンがあります。さらにお好みで猫耳が取り付け可能です。あとは電源プラグのような尻尾と予備パーツがあります。さて次に装甲取り付け状態を見ていきましょう。装甲取り付け状態にはクローアームとさらにバックパックがつきます。この状態でメインといえばバックパック。こいつがまた独特な動きをするんですよ。どんな動きをするのか早速見ていきましょう。まずは根元の可動。根元の可動は2段階ロールになっており、いろいろな角度に調整することができます。そしてさらに左右についてるウィングパーツっぽいのは根元から取り外すことができ、ガンモードとして取り扱いすることができます。そして本体の方はこのように多重関節になっており、いろいろな形を取らせることができます。ただ一つ動かしていると気になることがあるのですが、それが回したりすることはできないってところですね。まあねじらなくても気持ち悪いくらいにいろんな形を取らせることができるので、いじっていてとても面白いです。さらにウィングパーツは取り外すことができ、専用のパーツに取り付けると大きいクローアームになります。さて僕なりのレビューはこんな感じ。今日はこのアルカにガンプラのパーツや女神のパーツ、さらに30ミニッツのパーツを少しずつ足して騎士っぽく仕上げていこうと思います。では改造の方早速行ってみよう。今日はまず武器パーツ類から見ていこう。武器には Z ガールで使おうとしていたライフルと、寿屋から出ているこの盾を使う。ライフルはこのまま持たせるとして、盾の裏面には関節をきれいに折りたたんで裏面に仕込んでいきます。これでクソデカな盾の完成だ。割と不安はありましたけれど、盾のおかげで盾っぽくなりましたね。次に腰パーツを見ていきましょう。腰パーツには30ミニッツシリーズのパーツを少しずつ足していきます。少しずつパーツを足した後ろの腰パーツがこんな感じ。そしてさらに太ももの関節には3ミリの穴を開け、女神デバイスでよく余っている Z ランナーのボールジョイントを使い、この肩用のパーツを腰にはめます。
そして出来上がった腰がこんな感じ。これで色を塗れば騎士のヒラヒラした腰アーマーっぽくなるはず。足には本来はエクシアガールになる予定だったエクソシストのパーツをもらってくる。このすね当てにはまず 3mm の穴を開け 3mm のプラボを差し込む。そして程よい長さでカットしすねに装着する。足のヒールの根元は 3mm の穴に拡張し30ミニッツの足首がはまるようにします。合体したのがこんな感じだ。装備的には完全にガンランス。ただなんでしょう、久しぶりですね、忍者っぽくないのを作るのは。忍者っぽく仕上げてほしいよって思ってた方たち、申し訳ないな。ですが安心してください、忍者じゃなくても殺せみたいな感じの騎士に仕上げようと思います。ですがその前に細かい下処理をしていきます。合わせ目にはミスターセメント溶剤を流し込み、両サイドからギュッと押さえつけて中からムニュッと出てきた溶剤をよく乾燥させたらマジックテープヤスリ1000番などで表面を仕上げます。フローアームの裏面などには肉抜きがあるのでタミヤエポキシ造形パテを使って肉抜きを埋めます。よく乾燥させたらヤスリで表面を整え仕上げていきます。次にバンダイ製品は割と先端が尖ってなかったりするので余っているランナー枠を切り取りミスターセメント SP で接着し乾いたらニッパーで少し形を整えさらに最後にヤスリで表面を鳴らします。できたのがこんな感じです。丸まって気になっている先端の部分はこのように尖らせていきます。既存のモールドには筋彫りカーバイト 0.15 でモールドを彫り直し後で墨入れをしやすくします。彫り直した部分は表面が荒れてしまうのでヤスリで表面を整えます。さらにエクスキューショナーの装甲は少しモールドが少ないのでモールドを追加します。まずシャーペンで形を描きその形に沿ってデザインナイフで一度彫ります。その次に 0.15 で溝を深くし最後に先ほどと同じくヤスリがけをすれば完成。さて大体の下処理は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流しよく乾燥させたら塗装の方行きますよ。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り塗装の食いつきを良くさせる。よく乾燥させたら装甲パーツ類にはミスターフィニッシングサーフェイサーグレーを全体に塗り灰色に染め上げます。サーフェイサーを塗った装甲周りにはまずピュアホワイトコールドホワイトを混ぜて白の装甲パーツを塗ります。灰色の上からホワイトを塗っているため映像だとちゃんと塗れてるのかよくわかりませんね。次にファレホのウルトラマリンブルーを使って一部装甲を青色く染め上げます。このファレホの塗料とてもいい色を出すのですが水性なため手汗などで色が落ちてしまい表面がグズグズになってしまうので塗ったらすぐにクリアのトップコートを拭きます。少しメリハリをつけるためにクリムゾンレッドマーズダークブルーウルトラマリンブルーを使って青の装甲パーツを塗り分けします。一部装甲にはピュアホワイトコーラルオレンジサンシャインイエローを調色し黄色を塗ります。さらに一部装甲にはファレホのレッドを使って赤色に染め上げます。インナースーツにはマーズダークブルーウルトラマリンブルーピュアブラックを調色し青黒い色をスーツに塗ります。武器パーツなどには下地にミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを塗ります。そういえば冒頭でお話ししましたが皆さんはトライガンご存知ですか？僕はねもう大好きですよ。トライガンのアニメで期待することは皆さんは何ですか？僕はそうですねリビを動いてくんねえかななんて思っております。ブースターや一部パーツには一度スターブライトシルバーを塗ります。ブースターにはその上からウルトラマリンブルーを塗り内面を青くします。そして縦の方には純色マゼンタを塗りちょっと縦についてる宝石っぽくします。塗り終わったブースター周りや武器パーツにはスターブライトアイアンを塗りメタリックに染め上げます。肌パーツにはサーフェイサーパステルピンクを使い一度ピンク色に染め上げます。よく乾燥させたらフレームアームズガールカラー FG01 と FG03 をハーフに混ぜて肌を塗り上げます。
さらにクリムゾンレッドやオキサレッドを少し足し、影を塗ります。右側が影をつけた太ももパーツ。ちょっとしたことだが、この効果により肌周りの肉付きがさらに良くなる。そして髪の毛にはピュアホワイトサンシャインイエローを使って黄色く染め上げます。その上に一度クリアのトップコートを吹き、よく乾燥させたらコーラルオレンジを足しながら影をつけていきます。だがしかし普通に影をつけるとうまく影を塗れない。塗った髪の毛がこんな感じになる。エアブラシだけではうまく陰影をつけることができない。そこで100均などで売っているメラミンスポンジを使って塗りすぎてしまった部分をこすり取り陰影をはっきりさせる。こすり取った髪の毛がこんな感じだ。そして陰影をつけ終わったらインナーカラーを塗っていく。クリムゾンレッドを毛先やインナー部分に塗れば髪の毛パーツの完成。さてこれでエアブラシによる塗装は大体終了。ここからは筆などによる部分塗装。まず墨入れだ。タミヤの墨入れブラックを使って全体に墨入れを施していく。この時はみ出してしまった部分はエナメル薄め液を用いて拭き取ってあげます。武器のカメラなどにはエナメルマゼンタを塗ります。口元はホワイトとレッドを混ぜピンク色で塗ります。フェイスデカールはフレームアームズガール人来のデカールを使います。30ミニッツのデカールは持ってませんでしたからね。フレームアームズのデカールでなんとかなってよかったです。デカールを貼ったらチーク。ほっぺたに100均で買ってきた化粧品でチークを描きます。そしたら最後にトップコート。クリアとツヤ消しを1対1に混ぜ全体にトップコートを吹きかけます。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。久しぶりに忍者じゃない何かを作った気がする。では撮影の方行ってみよう。いかがだったでしょうか。今回の30 Minutes Sisters アルカカルティはまんべんなくいろんなところからパーツをひっぺがして今回のこのアルカに装着しました。まあですが武装類は割とスッキリした感じだったのではないでしょうか。そしてなんといっても騎士っぽく仕上げたつもりだったのですが、どちらかというとレースクイーンっぽく見えてしまう。旗を作ればよかったななんて少し後悔してました。さて今日の動画はこんな感じ。今日の動画も面白かったよ楽しかったよと思った方は
チャンネル登録、熱い高評価、熱いグッドボタンよろしくな。最近パソコンが急に落ちたりしました。こいつはただごとじゃねえと思いパソコンを分解してみたら、ありえんくらいの埃が詰まっておりました。皆さんもたまにはメンテナンスしましょうね。じゃないと僕みたいに急に落ちてデータがパーになっちゃいますよ。それでは次回の動画でお会いしましょう。またな。